スカイウォッチャースターアドベンチャラー GTI が届きました。スカイウォッチャースターアドベンチャラー 2i の後継機種で GoTo 制御が可能な赤道儀です。AZ-GTI と比較するとスターアドベンチャラー GTI は一回り大きくなっています。スターアドベンチャラー GTI は赤道儀の機能を一通り備えています。スターアドベンチャラー GTI を知ったのは海外の方のレビューで数ヶ月前に知りました。その時はまだ日本国内に入荷はされていませんでした。電波を発する機器 Wi-Fi の送受信の機能を持った製品によくある事案で、技的の申請の関係で発売が遅れることがよくあります。昨年暮れにスターアドベンチャラー GTI の予約の受付が始まりました。1月に入り在庫ありを確認して購入しました。予約をしなくても数日で届きました。2.3 キロのカウンターウェイトです。大箱には株式会社サイトロンジャパンさんの日本語の取扱説明書と2023年の素敵なカレンダーが入っていました。箱から開封します。他の方のレビューを見て内容は理解していますが、開ける時の時間は楽しいです。スターアドベンチャラー GTI のユーザーズマニュアルです。サイトロンジャパンさんの日本語の取扱説明書に詳細な内容が丁寧に書かれているので、そちらをご覧になれればと思います。カウンターウェイトシャフトとシャフトロックナットです。最後に USB ケーブルとスターアドベンチャラー GTI の本体です。スターアドベンチャラー GTI の重量は約 2.6kg で AZ-GTI の約2倍の重さです。スターアドベンチャラー GTI は極軸望遠鏡を備える赤道儀です。極軸を北極星に向ける調整をします。仰角の調整は仰角固定ネジを緩めて仰角調整ネジで角度調整をします。左右の方位角調整ネジで極軸望遠鏡を見ながら北極星を導入します。マウント本体底部の U8 分の3インチネジに三脚を固定します。カメラ三脚があったのでオプションの三脚は今回購入しませんでした。スターアドベンチャラー GTI を単体で購入した場合、三脚の単体販売はないのでご注意ください。マウント本体底部を三脚のネジに緩まない程度に固定します。
高緯度用のシャフトネジ穴にバランスウェイトシャフトを取り付けます。赤道付近の低緯度の観測では、バランスウェイトシャフトが赤道儀本体と干渉することがあります。その対策に低緯度用のネジ穴が装備されているので、ネジ穴にバランスウェイトシャフトを取り付けることができます。仰角を下げてもバランスウェイトシャフトの干渉を防ぐことができます。鏡頭を乗せる前にバランスウェイトを取り付けます。3.4kg の重量の鏡頭とカメラを乗せてみます。この望遠鏡はトラベルサイズで考えたら、小口径の望遠鏡や中望遠レンズをつけたカメラがちょうど良いかもしれません。設計クラッチは設計軸の横にあるノブを回します。石井クラッチはアリミゾ台座の下にあり、リング状で操作がしやすくなっています。電源スイッチパネルは固定位置に配置されています。極軸望遠鏡のカバーは外れやすくなっています。固定の爪が弱く簡単に外れます。サイドカバーの固定ネジも遠征時になくしやすいので注意が必要です。サイドカバーはバッテリーボックスの押さえも兼ねています。単三乾電池8個で駆動します。マイナス10度にもなる寒冷地の気温下では不安なので、外部電源での使用が良いかもしれません。電源スイッチパネルはオートガイド端子、ハンドコントロール端子、USB 接続端子、電源端子、スナップ端子が並んでいます。USB 接続端子に PC 接続してコントロールが可能です。DC12V 電源を接続します。ジャックは内径 2.1mm、外径 5.5mm、センタープラスです。2A 以上が推奨です。遠征時はポータブル電源を使用しています。ホームポジションは設計を垂直に石井を真北に向けます。スマホの Wi-Fi にスターアドベンチャラー GTI の新スキャンを接続して新スキャンプロを立ち上げます。ユーティリティアドバンスドを押して極軸望遠鏡を押します。スマホの位置情報から観測値が設定されているので、そこから現在時刻の北極星の位置を表示しています。極軸望遠鏡照明をオンにするとスケールパターンが表示されます。外周の配置図形は南半球で使用するスケールパターンです。
新スキャンプロで天体導入をします。操作は AZGTI と変わりません。スカイサファリプロではさらに詳細な情報を見ながら天体の導入ができます。動作はとても力強い印象です。DC サーブモーター駆動の導入はとても快適ですね。スターアドベンチャラー GTI は本格的に天体観測をしたい方に最適な赤道儀です。いろいろな場所、用途で活躍しそうです。次回は晴れた日にスターアドベンチャラー GTI を使ったレビューをしたいと思います。